はい、皆さんこんにちは。今回は新しくカメラを購入しましたので、そちらのカメラを使ってこの 15A のパイプの付き合わせとフランジを溶接していきたいと思います。今回付き合わせは一層仕上げで溶接をしていきます。でシールなんですけど、このように片側はアルミテープを貼って、片側は自作のジグを使ってシールをかけて溶接をしていきます。今回一層仕上げは切りながら溶接しますので、クレーターは反復で、電流は 120A で棒は 1.6mm を使用して溶接していきます。今回の映像ではプールの動きはちょっと見づらいですけど、フィルターを購入しましたので、プールの動きは大事な溶接をする際はそちらのフィルターを使って撮影をしていこうかなと思います。こんな感じでプールが揺れたらしっかりと棒を送って汚れを出して一層で仕上げていくという方法で今回は溶接しています。一層仕上げを詳しく解説した動画は貼っておきますので、よければ視聴してみてください。これは別アングルで2箇所溶接する箇所がありましたので、こちらは別アングルで撮影をしています。この一層仕上げのポイントですが、炙りすぎてしまうと棒を入れても汚れが膨らまないので、裏波が出たなと思ったらすぐに棒を押し込んで次に進むという方法で溶接をしています。ゆっくり確実に溶接したいという方は電流を 100A ぐらいにすると溶接はしやすいかなと思います。120A ですとこのようにすぐに裏波は出てくれますので、素早い溶接が可能にはなります。今回あまり丁寧には溶接していませんが、よければこの方法も参考にしてみてください。次にフランジを溶接していきたいと思います。電流は 170A で棒径は 2.4mm を使用して溶接していきます。この電流ですとこのようにすぐにしっかりとした幅が出てくれますので、このような素早い溶接が可能になります。棒を小刻みに入れながら溶接をしていくとこのような感じになります。2箇所フランジもありましたので、これが2箇所目の溶接になります。このスピード感で溶接ができますので、よければ電流と棒径を同じにしてみて、同じ方法で溶接を試してみてください。で次にフランジの外側を溶接していきます。今回丁寧に溶接する気はないので、脚長は規定のギリギリを狙って溶接をしています。なのでこのように素早くローリングをして溶接をすることができます。この時にポイントとしては、溶接棒は途切れないようにして溶接をするようにしてください。途切れてしまうとそこで凸凹になったりして外観が汚くなってしまいます。あとは 15A にしては電流がかなり高めですので、あんまりゆっくりローリングをしすぎるとパイプの裏側に湧いてしまうことがありますので、そこは注意してください。で先ほど紹介した1本のパイプの溶接を終えたビード外観がこのような感じになっています。フランジの外も脚長ギリギリで溶接をしています。付け合わせの一層仕上げはこのような感じのビード外観になっています。連続の方法と切りながらの方法がありますが、どちらで溶接をしても大丈夫かなと思います。でフランジの内面がこのような感じになっています。
で今回フランジの内側と付け合わせ箇所はトーチを浮かした状態で溶接していますが、外側はこのような感じで小刻みに小さく素早くローリングをして溶接をしています。はい、これで今回の動画を終わりたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。